皆さんこんにちは、ガジェログです。今日はですね、シャープから出ましたアクオス R7 というスマートフォンをご紹介したいと思います。シャープはですね、今国内で非常に売れているモデルでありまして、いろんな通販サイトを含めてですね、ガンガンに売られていますね。一体どんなスペックになっているのでしょうか。今回はシャープの公式サイトをもとに情報をお伝えしたいと思います。ガジェログ的な解説となりますことをご了承ください。では本日も行ってみましょう。ということでですね、こちらの公式サイトを見ていますと、その点に答えをということで、アクオス R7 のデザインが一番いい角度で見れるよっていう角度で今表示されています。この背面にありますこの大きなカメラですね。これなんと1インチのカメラを搭載されているということです。1インチとなりますとね、やっぱり一眼レフカメラですね。そういった非常に高級路線で使われているセンサーになっていますね。実はこの R6 という以前のモデルもこの1インチを搭載されていたんですが、それよりもよりブラッシュアップされているということになっています。どんな感じになってるんでしょうかね。そしてデザインのちょっと詳細なんですが、ここを見てみますと 3.5mm のイヤホンジャックもついていますね。そしてこの上部の部分、ここですね、手前の写真のが分かりますけども SIM カードを入れるスロットがついています。そしてこの背面のこの部分を見てみますとフェリカのマークがついていますね。ということでお財布携帯も搭載されていることであるということが分かります。そしてセンターにありますパンチホールカメラがフロントカメラになります。どれぐらいのね画素になっているでしょうか。では続けて見ていきたいと思いますが、リアルを映すリアルに映す洗練と革新のフラッグシップとあります。多彩なシーンを美しく素早く収めるライカカメラ社監修の1インチセンサー搭載高速オートフォーカスカメラとあります。前回のモデルと同様にライカが監修しているということになっています。そして面白いことにですね、ライカと書いてあるのではなくてライツっていう感じで書いてありますね。まずカメラのねスペックを前面に出しているということは売りがカメラであるということが分かります。サイズが1インチで4700万画素のカメラであるということになります。オクタ PD オートフォーカスと書いてありますね。どういう略なのかちょっと分かりませんけども、前回の R6 モデルよりもオートフォーカスが2倍の速さになったということを謳っています。そして新ポートレートモードということで非常に綺麗な写真が撮れるようになっています。そしてなんと 8K、 すごいですね。 8K 動画が撮れるっていうのはちょっとすごいですね。で加えていつもの動画をより美しくより滑らかに楽しめるプロイグゾー OLED とあります。 OLED 搭載ってことになります。アモレットと言っていませんのでね、別の形の有機 EL パネルになっています。そしてシャープ1000倍特許のイグゾーのテクノロジーが入っているということになりますので、非常に省エネであるということを謳っています。画面サイズになりますが約 6.6 インチとなっています。そして屋外でも見やすい明るさですね。ピーク輝度が2000ニッツになっていますね。これすごいですね。めちゃめちゃ明るくなりますね。そしてコントラスト比なんですが2000万対1という驚異のコントラスト比になっています。そして色彩の階調は10億色というね驚異の色調になっています。そしてさらにですねドルビービジョン対応にリッチカラー対応ということになっています。そしてスペックの方になりますね。思い存分楽しめるハイスペック、さらなるステージで進化した 5G 通信、安心の 5000mAh の電池ということで、バッテリーの容量が 5000mAh であるということ、そして 5G 通信当然ですね、これは搭載しています。そしてなんとメモリーになりますが 12GB が標準搭載になっています。すごいですね。いきなりモリモリで積んできました。そしてしかも LPDDR という非常にデータ転送が速いメモリーが積んでいます。またストレージですね、容量に関しましては 256GB の UFS 3.1 のストレージが積まれていますので、これも非常にデータの転送が速いモデルになっています。そしてついに来ましたね。スマートフォンの頭脳となりますチップ SoC がスナップドラゴン8ジェネレーション1が搭載されています。いやー、ついにモリモリのスペックで出してきました。こういうとこね、今まで日本のメーカーっていうのはなんかこうスペックダウンしたものを積んできて、その割に値段が高いっていうね。今回はもう惜しみなくいろんな最新の技術、そして最新のテクノロジー、容量に関してももうモリモリで積んできているので、これはやっぱりね本ファイ傘下になったっていうのがすごく効いてるなっていう気がします。もう全然遠慮しないでどんどん惜しみなく投入していこうっていう気力を感じますね。このスナップドラゴン8ジェネレーション1積んだ結果なんですが、AI
性能では 50%、GPU 性能では 44%、CPU 性能では 11% のパワーを向上しているということになっていますので、相当ブラッシュアップされていますね。ここに各米さんが書いてありますが、スナップドラゴン888と比較した場合と書いてありますので、 CPU よりもどっちかというと GPU 性能が 44% も上がっているっていうのは、これは結構効いてるなという気がします。ですのでやっぱり画像編集あたりなんか動画も含めてですけども、非常に力を発揮するんじゃないかなという気がします。では注目すべき点についても見ていきたいと思います。 OS に関しましては最初から Android 12が積まれています。サイズと質量が測定中とありますけれども、これはちょっと不思議ですね。もしかしたらもっと軽くするのかなっていう感じもします。ちょっと個人的に思ったんですけど、最初のですねこの画像を見てみますと、サイズの面でいうとですね、やや厚みがあるかなという気がします。この CG を見てみる限りでは、この1インチセンサーの出っ張りをなるべくですねデザインで薄く見せるためにちょっとこう工夫しているんですけど、厚みはややあるのかなという気がしますね。そして質量に関してはおそらく 5000mAh のバッテリーも積んでいますので、 200g クラスになるんじゃないかなという感じがします。そして外部メモリーですね、マイクロ SDXC 対応で最大 1TB までのメモリに対応しています。そしてディスプレイの解像度になりますが、1260×2730 ドットとなっていますので、一回り解像度が大きいタイプになっています。そしてエグゾの技術が積んでいますね。これは可変リフレッシュレートに対応していまして、 1Hz からですね 240Hz までそのディスプレイの状況に合わせてリフレッシュを変更してくれるということになっているので、やっぱりこの辺は省エネに非常に効いてるんじゃないかなという気がします。そしてアウトカメラの有効画素数になりますが、約4720万画素になっています。そして CMOS センサーになっていますね。F 値は 1.9 と非常に明るいレンズになっていますね。そして電子式のテプレ補正っていうのはちょっと残念なところですね。これ光学式だったら本当にもう完璧だったなという感じがします。そしてもう一個ですね、距離を測るための即興センサーがついています。そしてインカメラになりますが、先ほどのセルフィーカメラが1260万画素になっています。F 値は 2.3 のレンズになっています。ここ非常に嬉しいですね。防水防塵になりますが、IPX5、IPX8、IP6X に対応ということで、水の中に落としても大丈夫ですし、シャワーぐらいのものであれば大丈夫ですよということになっています。そして生体認証に関しては顔認証と、そして指紋認証。指紋認証に関しては画面内指紋認証になっていますので、ディスプレイに指を当てて、認証することができます。その際のセンサーは 3D の超音波指紋センサーが搭載されているということですね。外部接続に関しましては USB Type-C ポート、そしてイヤホンマイクですね。3.5mm のイヤホンジャックがついています。そしてこれは日本国内モデルということもありますので、お財布携帯ついています。そして NFC も当然ながらついています。SIM に関しましてはついにデュアル SIM に対応しました。一方が物理 SIM、ナノ SIM ですね。そしてもう一個は eSIM になっていますので、データ的にね記録する形になりますが、デュアル SIM に対応しています。これはやっぱり新しい試みが始まったなという感じがします。そして音声通話に関してはボルテに対応していますよということが出ていますね。で、通信ネットワークは 5G に当然ながら対応しています。はい、ということでざっくりという感じになりますけども、公式サイトではですねより詳しい情報っていうのが出ていないんですね。まだまだこうちょっとチラ見せというような感じになるかもしれませんが、なるべく早めにねうちから出しますよっていうことによって他社に流れていくのをね抑えようとしているのかなという感じもします。で、この1インチのやっぱりカメラっていうのはやっぱりいいですよね。昨今画素数争いっていうのがありまして、中華スマホになるとやっぱり1億画素とかね出てきていますので、そのあたりこう4700万画素に抑えていて、しかも1インチという非常に明るいセンサーを搭載しているっていうのは、より高画質をこうやっぱり目指してるっていう姿勢がすごくいいなと思いました。このぐらいでいいんだよっていう感じがしますよね。ですので、無駄にこう画素数上げるよりもこの辺で抑えときながらセンサーを大きくするっていう、このアクオスの路線っていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。期待が持てますね。ということで今回シャープアクオス R7 をご紹介いたしました。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をこの機会にお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。